日本の自動車の税金って高すぎて頭にきますよね。今回はジムニーが納車されて3年ということで初めての車検に行ってきます。私のジムニーは買えるプランという残価設定で買ったので、異常がなければ車検費用は法定費用の3万円で済むんですけど、フロントガラスについた飛び石の傷が原因で車検の見積もりが18万円になってしまいました。今回傷が運転席側についているので、このままだと車検は通せないのと、ひびが広がって危険だからということでガラスの交換を提案されました。フロントガラスの交換費用は約15万円と高額なようです。15万あったら北海道一周できるので、今回自分で修理してみることにしました。他にも車検通るか不安なカスタムパーツもあるので、それらを紹介しながら実際に通せるのかお話ししていきますね。まずフロントガラスの状況なんですけど、こんな感じで8ミリぐらいの円形の傷がついてしまいました。これは納車日についた傷でさすがにブチ切れそうになったんですけど、仕方がありません。そこでフロントガラスの車検基準について調べてみたんですけど、運転席からの視界を妨げないかと、容易に貫通しないかという2つの基準が重視されているそうですよ。かといってガラス交換で15万は痛手すぎるので、今回は秘密兵器を用意しましたよ。ガラス修理キットとかいうアイテムが売っていたので買ってみました。オートバックスで3000円ぐらいでしたよ。失敗は許されないので説明書をよく見ながら修理してみます。YouTube に作業手順の動画も上がっていたので分かりやすかったです。めっちゃカットしてますが、下準備に30分ぐらいかかりました。あとは最後に塗ったガラス修理剤が浸透するのを待つだけです。結果が楽しみですね。別日に撮影しています。傷はほとんど目立たなくなっていました。これなら車検も通ってくれそうです。私は天才なのかもしれませんね。次はジムニーのカスタムパーツやパーツごとの車検適合についてお話ししていきますね。まずは CL リンクさんのリアゲートボックスです。これはスペアタイヤを外して取り付けるんですけど、ゴミ箱とかいろんな用途で使えて便利なので初期の頃からつけています。車検の見積もり出してもらった時、検査員の方に詳細を聞かれましたが、そのままで通るってことでした。さすがは CL リンクさんですね。盗難対策の鍵や落下防止のカラビナなんかもついているので、何の不具合もなく2年以上使えています。このボックスは簡易的取り付け部品に入るとのことで、取り付けたままでも車検に通るとのことでした。車検のたびに取り外すとかだったらめんどくさすぎますから、とてもありがたいです。次はリアラダーです。これも初期の頃からつけているんですけど、取り付けたまま車検に通るパーツになります。はしごを使って屋根にねじ登れるので楽しいんですよね。そしてルーフラッグです。これもドレスアップとしてとてもかっこいいですし、狭いジムニーで旅をするのに屋根上収納は必須なので大活躍しています。人が乗っても壊れないので荷物の積み下ろしで助かっています。そしてジムニーの屋根から見る景色は最高ですよ。これも車検適合品なのでつけたまま車検に通せます。続いて中を紹介していきますね。車中泊には欠かせないフラットマットですが、私は CL リンクさんのエアーマットを使っています。撮影外でもふと思いついて車中泊しに行くことが結構あるので常に積んでいます。空気入れで好みの形に調整できるのでとても使い勝手がいいですよ。そして荷室にあるユーティリティネジを使って折りたたみテーブルをつけています。F スタイルさんのウッドテーブルなんですけど、質感が良くてお気に入りです。これは車検に関係なさそうですね。バックボードパネルも F スタイルさんのウッドパネルをつけています。ネジ穴がたくさん開いているのでいろんな使い方ができますよ。何よりドレスアップアイテムとして最高ですよね。私は車内からバックドアを閉められるように取っ手をつけています。これもおそらく車検には関係ないと思います。これも F スタイルさんのアイテムなんですけど、クラシカルサイドバーをつけています。昔のジムニーについていたサイドバーをオマージュしたアイテムで、使い勝手がとてもいいので愛用しています。取り付け場所がシートベルトの近くなので、車検に何か引っかからないか心配ですが、このまま車検に出してみようと思います。もし外せと言われたらすぐに外します。ありえないほど使いにくいジムニーの純正ドリンクホルダーを取っ払って、ワンタッチで取り外しができる弾薬箱を取り付けています。
ミリタリー大好きな私にとって最高のアイテムですし、持ち運びもできる貴重な収納スペースなので愛用しています。これもそのままで車検に出してきますね。バイザーのところにこういった収納をつけているんですけど、視界の妨げになってしまっているので問題ないか確認してきます。あとはリアのアシストグリップを取り外してサイドバーを取り付けています。この辺は車検対応品を選んでいるので特に問題ないかと思いますよ。私のジムニーは一番安い XG グレードなので荷室がフルフラットにならないんですよね。一応鈴木純正のラゲッジボックスを使えばフルフラットにできるんですけど、結構いい値段するので諦めました。フルフラットにできなきゃ旅も始められないので、超低クオリティのゼラム DIY で無理やりフラットにしてあります。価格は材料費込みで1500円ぐらいです。3年ぐらい問題なく使えていますよ。車検で気になるカスタムパーツはこんなもんですかね。あとは自分でも確認できるようなところを確認して明日の車検に挑んできますね。現在の走行距離は42000キロほどです。タイヤの溝はしっかり残っています。スタッドレスを履く季節の方が長距離旅をする機会が多いので、走行距離にしては全然減っていません。車検の基準は溝の深さが 1.6 ミリだそうです。ひびもなさそうなので問題なさそうです。透過類も一通りチェックしてみましたが問題なさそうでしたよ。あれこれやっていたら日が暮れてしまいました。ジムニーの屋根から眺める夕日は最高でしたよ。いよいよ明日は車検です。無事通りますように。後日ディーラーでガラスの修理を伝えました。結果フロントガラスは問題ないのでそのまま通せますとのことでした。これで北海道旅1回分のお金を節約できました。やりましたね。ただ今回のガラス修理はあくまで応急処置なので、今後はひびが入らないように交換することも視野に入れてくださいとアドバイスをいただきました。安全には変えられないので次の車検までに少しでもひびが悪化したら交換しようと思います。ということで改めて見積もりを出してもらいました。最終的に出してもらった見積もりはこんな感じです。見積もりにはエアコンフィルターとか色々入っていたんですけど、これは自分でできそうだったので外してもらいました。結果、車検代は32,274円でした。オイルとフィルターも交換してもらったので、なんだか得した気分ですね。ちなみに台車はハスラーでしたよ。同じ軽でも乗り味が全然違って面白かったです。今回ジムニーの初車検ということでトラブルもありましたが、無事クリアできてよかったです。車検前に色々調べたことで勉強にもなりましたし、車についてもっと興味が湧きました。次の車検は2年後ですね。もともとバイクしか乗らなかった私ですが、ディーラーでジムニーに一目惚れして、その日にノリと勢いで購入したんですよ。今ではいろんな思い出がたくさん作れて最高の相棒です。これからも長くジムニーで安全に旅するために自分でもよく勉強しておこうと思います。皆さんの車検の参考になれば嬉しいです。じゃあまたねー。